こんにちは、ナナです。こんにちは、ケンです。皆さん、日本語の勉強を続けるのは大変じゃないですか？今日は日本語を早く学ぶ5つのコツを紹介します。一つ目は、計画を小さく立てる。皆さん、知らない場所で目的地に行きたいとき、どうしますか？私は地図を見ますね。地図がないと同じ場所をぐるぐる歩くことになるかもしれません。そうですよね。もし目的地が遠いとき、地図がなかったらどうですか？途中で行くのを諦めるかも。日本語の勉強も同じです。日本語を話せるようになるより、今日は漢字を3つ覚える、ポッドキャストを10分だけ聞く、計画を小さく立てることをお勧めします。私は以前毎日1時間勉強しようとして続きませんでした。でも毎日10分に変えたら続けることができたんですよ。おー。2つ目は隙間時間を使う。時間がコインだとします。1時間という大きなコインもあれば、5分という小さなコインもあります。多くの人がバスや電車を待っている間に SNS を見ていますね。この小さなコインをゴミ箱に捨てています。この小さなコインを集めれば、大きな買い物ができますよね。例えば、掃除をしながら日本語を聞く。コーヒーを飲みながらフレーズを一つ覚える。これだけでいいんですよね。はい。私の友人は隙間時間を使って毎日漢字を3つ覚えていたんです。どうなったと思いますか？え、どうなったんですか？気になります。1ヶ月で漢字を100個も覚えたんですよ。おー、すごい。3つ目は日本語を楽しく勉強する。やらないといけないと思うとストレスになりますよね。そうなんですよね。私は音楽が好きなので歌を聴いて覚えますよ。私は映画を見るのが好きなのでセリフを真似しています。4つ目は時間泥棒に気をつける。時間だけを盗むものには注意ですね。例えば SNS。私は休みの日に一日中 SNS を見ていたことがありますよ。自分が嫌いになりました。あら、それは泥棒に時間を盗まれないようにした方がいいですね。はい。最近は勉強するときはスマホを隣の部屋に置いています。それはいい考えですね。5つ目はしっかり休む。そうですよね。スマホも充電しないと動きません。しっかり休んだ方がうまくいきますよね。では、オノマトペを一つ紹介します。ぐるぐるです。皆さん、ぐるぐるってどんな意味かわかりますか？ぐるぐるはこんなイメージです。ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐる。例えば、このように言います。お酒を飲みすぎて目がぐるぐる回る。道に迷ってぐるぐる歩き回ったよ。同じことばかりぐるぐる考えてしまう。ぐるぐるはとてもよく使います。では、練習しましょう。私の後に言ってください。お酒を飲みすぎて目がぐるぐる回る。道に迷ってぐるぐる歩き回ったよ。
同じことばかりぐるぐる考えてしまう。お疲れ様でした。これからも毎日日本語の練習を続けましょでは、また次の動画でお会いしましょう。う。またねー。